ZGMFX10A フリーダムの系譜。第一次連合プラント大戦において地球連合軍から鹵獲した GATX シリーズの機体性能データをもとに、プラント最高評議会議長パトリック・ザラの命によりザフトに勝利をもたらす存在として開発された当時の最新鋭モビルスーツの一機が ZGMFX10A フリーダムである。フリーダム最大の特徴はニュートロンジャマーキャンセラーの実装とそれに伴う核エンジンの搭載であり、これによってフェイズシフト走行やビーム兵器などにおけるエネルギー切れといった問題を解決し、理論上ではあるが半永久的な活動時間に加え大幅な出力向上と安定性を獲得している。さらにフリーダムには殲滅型対モビルスーツ専用モビルスーツという別名が与えられており、その名の通り当時のモビルスーツ軍の中でも圧倒的な戦闘力を有する存在として君臨。地球連合軍が独自のモビルスーツを設計開発に成功したため、ザフトの優位性が徐々に揺らいでしまうという戦況の中、それらを一気に覆すために建造され、コズミックイラ71、4月1日にロールアウトされたのがフリーダムであった。機体名であるフリーダムはパトリック・ザラによって命名されたものであり、コーディネーターの真の自由を勝ち取るための旗印という強い願いが込められている。余談ではあるが、同時期に開発された同じニュートロンジャマーキャンセラー搭載機である ZGMFX09A ジャスティスはナチュラルに正義の鉄槌を下すという強い意志が込められ名付けられている。そんなフリーダムの系譜の始まりは ZGMF107 ジンの後継機として開発された ZGMF600 ゲーツにまで遡る。 ZGMF600 ゲーツクルーゼ隊がダッシュした地球連合軍の GATX シリーズやオーブが開発した MBF-M1、M1 アストレイなど各勢力が本格的なモビルスーツの量産体制を推し進めることに危機感を覚えたザフト軍は当初予定していた ZGMF515 シグーの量産化を中断。そこでガゴーやゾノと同時期に開発されていたゲーツが次期主力モビルスーツとして選定されることになる。しかし GATX シリーズの技術導入が決定したことからガゴーやゾノよりもロールアウトが遅れ、本機の完成時代は大戦末期にまでずれ込んでしまう。その甲斐あってかゲーツの完成度は同時期に運用された各勢力の機体性能を上回っており、量産性、運用性、整備性においても地球連合軍の GAT-01 ストライクダガーよりも優れていたと言われている。実際には高性能機としてさらなる高みを目指すことも可能とされていたが、量産化が急務とされたためラウル・クルーゼなど一部のエースパイロットに向けた先行生産機が数機配備され、それ以外はダウングレードされた機体が量産されることになる。ゲーツ最大の特徴はザフト製モビルスーツでは初となるビーム兵器を標準装備しているところであり、基本設計の優秀さから YMFX-OA ドレッドノートガンダムから始まるニュートロンジャマーキャンセラー搭載型モビルスーツの母体として採用されるとともに、シールド内蔵式のビーム兵装 MAMV-03 2連装ビームクローはドレッドノートガンダムやプロビデンスガンダムに採用された複合兵装防順システムのプロトタイプとされている。 YMFX-OA ドレッドノートガンダム。このドレッドノートガンダムはザフトによって開発された初となるガンダムタイプのモビルスーツであり、ニュートロンジャマーキャンセラー搭載型核エンジンの採用、ドラグーンシステムとそれをコントロールする量子通信システムの搭載、フェイズシフト走行の採用など ZGMFX シリーズのプロトタイプとして完成した次世代モビルスーツのひな形ともいえる存在がドレッドノートガンダムである。本機に搭載されたドラグーンシステムは当初はテストのため両腰部に搭載された小型の優先式ドラグーン XM1 トリスティスビームリーマーのみを搭載しており、背部の大型ドラグーンは設計データが存在するだけで未搭載となっていたが、その設計データを入手したアンドリュー・バルトフェルドからジャンクやロウギュールへと託されることになる。その後はその設計データをもとにオーブ所有の宇宙ステーションアメノミ柱で開発が進められ、ニュートロンジャマーの通信妨害を受けない量子通信を使用した遠隔操作可能なオールレンジ攻撃兵器優先式ドラグーンシステムが完成を果たす。なおドレッドノートガンダムに搭載された大型ドラグーンは優先式であるが、これはコントロールするための使用ではなく有線を介した電力供給が目的であり、これによって大型ドラグーン端末のフェイズシフト走行展開とビームの射撃回数の増加を実現させている。
武装は前述のドラグーンシステムの他にゲーツの流れを組むビーム兵器の数々を装備しており、両腰部にはエクステンショナルアルスター EQ7R の発展型である XM1 トゥイスティスビームリーマー、ビームサーベルと一体化した大型シールド MAMV04 複合兵装防準システム、ゲーツ用のビームライフルを改良した後に誕生するプロビデンスガンダムのユーディキウムビームライフルの原型となる MAM22Y ビームライフルを装備。なおニュートロンジャマーキャンセラーは有効範囲の広い初期型が頭部に搭載され、型式番号のトリプルオートは3つの新技術を導入した初の機体ということを意味している。 YFX6WOR 下級引用試験型ゲーツ界、フリーダムとジャスティスに搭載する武装システムの試験機として開発された機体がこの下級引用試験型ゲーツ界である。機体名の通りゲーツを母体とした改造機として誕生した本機はザフト製モビルスーツ初のフェイズシフト装甲を持つ機体として完成しており、新開発された強力な新型火器群を搭載。機体の各部ユニットや内部構造は原型機となるゲーツと変わらず、ニュートロンジャマーキャンセラーが実用化される以前の機体であるため、フェイズシフト装甲と新型火器群の両立は困難を極め、機体活動時間は10分にも満たない仕様になっている。背部に搭載されたジャスティスのファトゥー00の原型装備リフターに内蔵された補助パワーパックを用いても10分が限界とされ、無論実戦投入には向かない機体であったが、第2次ヤキンドゥエ攻防戦ではザフト兵の独断によりパワーケーブルを介した状態で出撃し、要塞防衛のため戦闘を行っている。本機だけでフリーダム、ジャスティスに搭載された武装の半分以上が試験運用されたと言われており、活動時間に問題を抱えていたものの、この機体で実験された武装形態はフリーダムやジャスティスだけにとどまらず、その後のザフト系モビルスーツなどにも採用されるなど、ゲーツの機体性能の有用性を見事に証明してみせている。 ZGMFX1OA フリーダム、パトリック・ザラの命のもと、ザフト統合開発局アジモフ、クラーク、ハインラインによって開発が進められたフリーダムは、各部ユニットに当時の最新技術がふんだんに採用されており、胴体部内装にはニュートロンジャマーキャンセラー搭載型核エンジンを搭載。核分裂方式の小型原子炉で発生したエネルギーを直接電気エネルギーに変換する発電方式 MHD 発電によって電力を発生させている。この発電能力は非常に大きな優位性を生むことになり、バッテリーの限界という GATX シリーズの問題点を解決し、フェイズシフト走行を常時展開できるという結果をもたらした。さらにコックピットは当時では最新の全周囲モニターを搭載し、シートを囲うように最新鋭のコンソールユニットが配置されている。またシート正面のメインコンソールにはマルチロックオンシステムで使用する立体パネルが組み込まれており、複雑なシステムと高火力を誇る武装の数々を制御するには高いパイロットセンスとコーディネーターの中でもさらに優れた上位の能力が必要となる仕様になっている。前述のマルチロックオンシステムはフリーダムに採用された独自の火器管制システムであり、多種多様な武装の数々を統合的に制御し、複数の鉄器を同時に捕捉。全武装を展開したフルバーストモードによる一斉射撃によって短期で大部隊を殲滅できる力を発揮することが可能になる。このマルチロックオンシステムを支えている機構が頭部に搭載された高性能センサーであり、キラヤマトの高い空間認識能力との融合によって他の追随を許さない攻撃力と攻撃範囲を獲得するとともに、核エンジンモビルスーツ用アームドモジュールミーティアを運用した際にはマルチロックオンシステムによる圧倒的な複数同時攻撃によって第2次ヤキンドゥエ攻防戦における数的不利という戦況を覆すほどの威力を発揮した。ウィングバインダー、フリーダムの背部には特徴的ともいえる独自の機構が設けられており、左右両背部に計10機のウィングバインダーが搭載されている。ウィングバインダーはフリーダムの翼を模したような形状をしており、各ウィングそれぞれが小型スラスターと放熱板の役割を有していることから、機体の姿勢制御と高出力の武装や複雑なシステムを多数兼ね備える機体の安定稼働という面において非常に重要な機構の一つとなっている。またフリーダムの機動力の源であるこの10機のウィングバインダーは能動性空力弾制御とも呼ばれ、10機のウィングを展開した状態を高機動空戦形態ハイマットモードと呼び、大気圏内大気圏外問わずに優れた空力性能と非常に高い機動性と運動性を発揮することが可能となる。フ
フリーダムの武装。核エンジン搭載型の本機は電力消費の激しい大出力の武装の数々を運用できる面が特徴であり、高機動戦闘を生かした短期での全領域多目的戦闘を前提に開発されている。 MAN-01 ラケルタビームサーベル。ラ号に搭載されていたビームサーベルを改良し、より長大なビーム刃を形成可能となった近接格闘戦装備。2機のサーベルデバイスを連結するアンビデクストラスハルバードと呼ばれる形態への使用も可能となる。 MAN-20 ルプスビームライフル。核エンジンから直接エネルギー供給を行う高出力ビームライフル。コンパクトかつスタンダードな中距離射撃兵装であるが、核エンジンから直接エネルギー供給されているため、標準なビームライフルとは比べ物にならない威力を発揮したと言われている。ザフト製のビームライフルの中でも最初に正式化された装備と言われ、フリーダムよりも先に完成したルプスビームライフルを下級引用試験型ゲーツ界で試験を行い、実用化に至るという経緯を持つ。ラミネートアンチビームシールド。ラミネート装甲の技術を応用し開発された対ビーム性能に特化した防御装備。フェイズシフト装甲では対応しきれないビーム兵器に対する防御装備として効果を発揮した。 MMIM-15 クシフィアスレール砲。腰部の左右に1機ずつ装備された実弾式電磁砲。 GATX-102 デュエルガンダムアサルトシュラウドに搭載された 115mm レールガンシバを発展させたものだと言われ、連射性能に優れる武装であるとともに、フルバーストモードではオートで放射する機能を有している。 M100 バラエーナプラズマ収束ビーム砲。5のウィングバインダーに組み込まれた高出力プラズマカノン砲。フリーダムに搭載された武装の中でも最大火力と射程を誇る固定兵装。その威力は1機でランチャーストライクの 320mm 超高インパルス砲アグニに匹敵すると言われ、核動力によって連射も可能になっている。また頭部のこめかみ部には MMIGAU にピクース 76mm 近接防御機関砲を2門搭載しており、牽制対空防御用として使用された。ザフト軍によって開発されたフリーダムは核エンジンを搭載した次世代型のモビルスーツとして圧倒的なパフォーマンスと性能を発揮し、第2次ヤキンドゥエ攻防戦までを戦い抜く活躍を見せた。その活躍にはスーパーコーディネーターであるキラヤマトの天才的なパイロットセンスによるところが大きく、キラでなければこの機体を使いこなすことはできなかったと言われている。結果的にフリーダムはラウル・クルーゼの乗るプロビデンスガンダムとの死闘の末大破。後にコズミックイラ73に修復された姿で再び戦場に舞い戻り、フリーダムの後継機として開発された ZGMF-X2OA ストライクフリーダムはフリーダムの数倍に匹敵する戦闘能力を持つ機体として完成し、混沌とした戦場を駆け抜ける活躍を見せる。以上、フリーダムの解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。